こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、地図43枚目でようやくメサを発見しました。ここまで耐えてきた甲斐がありました。で、軽く燃え尽き症候群です。ようやく長かったタイトル詐欺を店じまいできるのだから一気に進めればいいのに。真の戦いはここからです。さてバイオーム表ですが、前回メサを発見し、未発見のバイオームはメサ5種類とジャングル2種類だけとなりました。そのうち冒険の時間実績に関わるバイオームは、残るはメサ大地とメサ大地森林の2種類のみです。地図の方は結局ここまで広がりましたが、43枚目を埋め切ればこれ以上は広がりません。なぜならこの地図で残り2つのメサを見つけてしまうからです。そう言っていて見つからなかった時が楽しみね。まずはいつものように海から埋めているところです。南に回ってみたところ、こちらにもメサが出てきました。さて、メサが見つかったので当面の目標を整理しました。過去の動画で何度か触れていますが、この企画では不具合のあるバージョン 1.7 で冒険の時間の実績解除を試みることにしています。もしも不具合がなければ残り2つのメサを見つけた時点で実績解除かつ企画全達成ですが、このバージョンではそうはいきません。不具合を利用して踏破記録を消して、改めて冒険の時間に関わる36種類のバイオームのみを踏破すれば実績解除されるはずなんですが、果たしてうまくいくかどうか。突然変異をうっかり踏んだら36種類踏破し直しって、うっかり連発したら相当マゾっぽくなるわよ。突然変異の場所をしっかり押さえることと、36種類のバイオームの配置を選ぶのがポイントとなります。できればこの地図で多くのバイオームを網羅しておきたいところです。さて、それから3分ほど経過したところなんですけど緊急事態です。ラグさんの頑張りによって木材の在庫が残り2つになりました。この最後の船が大破したら自力で泳がないといけなくなります。なんでここまで木材が減っていたのに集めておかなかったのよ。いきなりメサが見つかったせいですよ。しかも、この海の海岸沿いがほとんどメサで取りやすい位置に木が見つからないんです。それから1分少々で、無事に船が消滅しました。船旅は一旦諦めて、先に陸地を探索します。ラバの元に戻る最中ですが、ウオークリーパーかと思ったらサボテンですね。メサにもサボテンが生えるのを知らずドキッとしました。さらに少し進んだら、小さい砂漠発見です。メサと砂漠は気温が近いので、砂漠を手がかりにメサを見つけようと密かに思っていたのですが、こんなんじゃ全く意味のない考えでした。そして山岳プラスに入ったところで平たいトンネル。この地図のバイオーム配置を細かく調べるために、デバッグモード全開のまま探索続行してます。二つ目のトンネルを見つけたところで山岳もありました。普通の気温の山岳系は後石海岸くらいです。さてようやくラバのいる大河の端の砂浜バイオームに戻ってきたところですが、緊急事態です。ラバが逃げました。テリーが一人で勝手にメサ見つけちゃったものだから拗ねて逃げちゃったのね。そんなこと言われても、まだ近くに、いました。この地図は北東の端に寒い気候が広がっていたので、寒い気候の普通のバイオームも大体揃うはずなんです。これで氷原と雪山は OK。そして凍った大河を抜けた先には懸念してた凍った大河丘陵もありました。あと寒いのは凍った河川と凍った海岸の2つだけです。まあたまにあるチャンク表示抜けです。きちんと表示されてくれれば大丈夫。どうやら無事に凍った川も発見。なんか順調すぎるわね。面白くないわ。順調じゃないと辛いですよ。
さて、日が暮れてきたのでベッドを置こうとしていますが、ここでラグさんの活躍により苦戦してます。モブが湧いたら嫌なんですけど。フオーラバに乗ってるとこまで巻き戻った。さらに少し進むとタイガとタイガ丘陵もあり、寒いのを合わせてタイガ4点セットがこの地図だけで揃いました。タイガを抜けるとようやく森林バイオーム発見。やっと見つけた。ようやく多くの木を集められます。そういえば木の欠乏症にかかっていたわね。忘れてたわ。実は水蓮の葉も残り24枚しかないので、湿地も早めに見つけておきたいんですけど、急にメサが見つかったせいで色々準備不足に陥ってます。さらに草原の中で河川発見しました。なんかこの地図いい感じでバイオームが揃います。ここがリスポーン地点だったらよかったのにね。そして、要注意の突然変異のエリアがありました。ここは最終ミッションで決して踏み入れてはいけない禁断のエリアです。結局陸地はここで途切れてました。再び船出します。船で少し進んだところで深海を見つけました。そういえば最終ミッションで他の地図にあるバイオームまで移動するときは、なるべく海を渡るのが良さそうですね。海洋には突然変異はありませんから。それから10分後、なんかメサの方に各種モブが湧いているのですが、プレイ収録後によく確認したらスパイダージョッキーが湧いていました。よくこんな細かいの気づいたわね。この企画でお目にかかったの初めてだったわね。さて、森林を突き進んでいるところです。森林系は丘陵と屋根状の森、あと白樺と白樺丘陵がまだこの地図で見つかってないです。そこそこ広い森林なんですけどね。特に白樺や丘陵は地図で見分けづらいのでここで見つけておきたいところなんですけど。うわー、なんか出た超びっくりした。エンダーマンのクワーなんて聞いたの3ヶ月ぶりですよ。ほんとびっくりしました。お、案外近くにいましたね。最終回が近くなってきたから出番が欲しかったのでしょう。残り2つのメサがこの地図で見つかる裏が取れました。でも、エンダーパールを落とさなかったってことは、エンダーパール占いでは残りのメサは見つからないみたいよ。さて、あると思ってた凍った海岸も無事に存在を確認しました。そういえば石海岸をチェックし忘れてましたが、まあ山岳の海沿いにあるはずです。そして、ようやくメサ再突入の時間がやってまいりました。すでに木が生えてるメサは目視で見ているので、メサ台地があるかどうかだけが鍵ですね。もしあれば、地図埋めが本当に43枚目が最後になります。海をまたいだ南側にもメサが広がっていそうだし、あまり心配はしてないですけどね。うおー嫌なところに溶岩があるし、私をメサに再突入させないための最後の罠でしょう。でももうメサ見つけちゃったしじっくり迂回ルートを探すだけですわ。ちょっと待って。マイクラの罠って大体2段構えじゃないの。まだ学習しないのね。厳密に言うと、私が引っかかりやすい罠が大体2段構えです。さて、改めてメサ再突入ですが、ちなみに手前にあった砂は砂漠でしたね。モブはもういないでしょ。警戒しすぎ。お、向こうに大地っぽいのがある。行ってみましょう。よし、これでメサ大地森林発見です。残った冒険の時間に関わるバイオームはメサ大地のみとなりました。後で調べてみたら、色は少し違いますがこの木は多くの木だそうです。船の材料に適しているのでここで木を取ってもよかったですね。さて続いてメサ大地っぽいのを見つけたんですけど、これ登れる場所ないですね。どうしよう。せっかくなのでメサ原産の砂っぽいので登ってみます。
ふむ、赤い砂で赤砂ですか。そのまんまですね。で、登ってみたのですが残念ながらここは普通のメサでした。メサ台地はもう少し標高があるのかもしれません。さて、今回はこんなところです。ここまでこの地図では突然変異は1箇所だけ。南と西にもまだまだメサが広がってるのでまあメサ台地も見つかるでしょう。まあ、これで見つからなかったら相当運が悪いわよ。地図の方はここまで広がりました。重要なのは39枚目付近、そこにジャングルもキノコもメガタイガも揃ってます。次回はいよいよ南のメサ大陸に進出です。順調にいけば43枚目を埋め切れるでしょう。この企画の長さから考えるとほんとあと一頑張りね。それではまたね。バイバイ。